今日はささみマヨを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ささみマヨを作っていきたいと思います。こちらですね、鶏ささみをエビマヨ風に仕上げた一品になります。ソースの味のね、ポイントなどもいろいろご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにソースとトッピング以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、片栗粉、お酒、お砂糖、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。鶏ささみなんですが、今回は6本分で作っていきます。だいたい5、6本ぐらい用意していただくといいかなと思います。こちらに関しましては鶏ささみじゃなくて鶏胸肉を使って作っていただいても OK です。そして下味をつける時なんですが、お砂糖を使っていきます。砂糖を使っていただくことで鶏ささみがしっとりとした仕上がりになります。それでは続いてソースとトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、ケチャップ、牛乳、練乳、おろしにんにく、黒胡椒、小ネギ、こちらの材料を使って作っていきます。まず今回のポイントは練乳ですね。ソースの中に練乳を加えるとコクのあるね、美味しいソースに仕上がります。ただもしね、こちら練乳がない場合はお砂糖で代用してください。砂糖の量はお好みで調整していただけたらと思います。そしてあとはね、おろしにんにくを入れていきます。こちらね、おろしにんにくがもし苦手な場合やちょっとにんにくを控えたい時は抜いて作っていただいても大丈夫です。そして黒胡椒と小ネギに関しましてはこちらをトッピングで使っていきます。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにね、鶏ささみのこの太い部分の筋だけを取り除いていきます。その他のね、この奥に入ってる筋に関しましてはそこまでね、食べてる時に気にならないと思うので、この出っ張ってるとこだけね、ちょっと太めのところだけ取り除きます。そしたらね、まずこの太めの部分をキッチンペーパーでつまんでください。あとはね、包丁で押さえつけながら、ちょっとね、包丁を上下にしながら筋を持ってる手で引っ張ってください。そうするとね、このように簡単に太かった部分だけ取り除くことができます。裏面は今こんな感じです。ささみの筋取りはね、このように行っていきます。ではね、残りも同じようにやっていきます。はい、このようにね、筋取りしてください。そしたら続いてこのささみをですね、斜めに切っていきます。1個をね、だいたい3等分から4等分ぐらいになるようにこのようにね、切ってください。そしたら残りもね、同じように切っていきます。小さめのものだとね、3等分ぐらいでちょうどいいと思います。鶏ささみはこのように切ってください。そしたらですね、まずここに砂糖をすり込みます。お砂糖はね、一番最初にすり込むことでしっかりお肉の中に入ってくれます。そうすることでね、お肉もしっとりとした仕上がりになります。塩コショウと一緒にやってしまうと砂糖がなかなかお肉に入り込んでいかないので、必ず一番初めにしっかりね、揉み込んでください。このようにお肉にツヤが出てジャリッという感じがなくなれば OK です。そしたら続いてボウルに入れます。ボウルに入れたらここにお酒とあとは塩コショウを振ってください。これでよく揉み込みます。あとはだいたいこのまま5分ほど置いて下味をつけてください。それでは続いてトッピングの小ネギを切ります。まずね、根元を切ってください。そして真ん中を切ってまたね、揃えて半分に切ります。あとはね、切り口を揃えて小口切りにしてください。小ネギはこれで OK です。では続いてソースをね、合わせていきます。ボウルにまずマヨネーズですね。続いてケチャップ、そして練乳、あとは牛乳、そしておろしにんにくを入れます。これをよく混ぜましょう。このようによく混ぜておいてください。ソースはこれで OK です。はい、それでは5分経ったのでお肉にね、片栗粉をまぶしていきます。そしたらね、ここに片栗粉をまぶします。あんまりまぶしすぎるとべちゃっとした仕上がりになるので、一通りこのようにつけたら一度手でね、はたいてください。このぐらいね、片栗粉をまぶします。そしたら残りもね、同じようにまぶしていきます。はい、このようにお肉に片栗粉をまぶしてください。それでは今からこちらをね、揚げ焼きしていきます。そ
それではね、フライパンを用意してください。そしたらフライパンにね、油を敷きます。だいたいね、全体に油が行き渡るぐらいですね。少量の油でね、揚げ焼きしていきます。このぐらいかな、こんな感じ。このように行き渡るぐらいの油を敷いてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。このまま30秒ほど一度温めてください。はい、30秒ほど経ったらここにね、お肉を置いていきます。やけどしないようにね、注意してください。はい、あとはね、このまま火が通るまで焼いていきます。こちらね、お肉の大きさによって火の通り具合が変わると思いますので、この揚げ焼き時間はね、調整してください。まずね、このままいい感じに揚げ焼き色がつくまで焼いてください。はい、今ね、ちょうど3分ちょっと経ちました。そしたらね、裏返します。こんな感じでね、軽く焼き色がついたら OK です。裏返すとね、こんな感じで油跳ねしやすいので、やけどしないようにだけ十分に注意して裏返してください。はい、そして片面もね、焼いていきます。片面はね、2分ぐらいでいいかなと思います。この時もね、油跳ねには注意してください。はい、今ね、ちょうど2分ほど経ちました。片面もね、こんな感じで焼き色がついたら取り出します。取り出す時もね、油跳ねに注意しながらね、取り出してください。はい、このように揚がりました。こんな感じでね、表面がカリッとすれば OK です。そしたらこのまま3分ほど一度油を切ってください。はい、それではね、最後仕上げていきます。このね、ソースの中にこちらお肉を入れていきます。小ネギもね、ちょっと入れましょう。そうすると彩りが良くなります。これでよく絡めます。はい、こんな感じです。このようによく絡まれば OK です。それではね、盛り付けたいと思います。はい、これでささみマヨの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はお好みでこのように黒胡椒と、あとは小ネギを散らして召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。鶏ささみがしっとりしててすごく美味しいです。そしてね、このソースがね、すごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のささみマヨのポイントです。まずですね、今回鶏ささみを使ってます。こちらは鶏胸肉で代用していただいても OK です。そしてまずね、筋鶏についてなんですが、今回はお肉からはみ出ている太い部分だけ取り除きました。お肉の中にね、入り込んでるものに関しましては、食べてもそこまで気にならないと思うので、太い部分だけ切るようにしてください。ただね、どうしても気になるよっていう場合は取り除いていただいても大丈夫です。そしてその後だいたい1本を3等分から4等分に斜め切りしてください。こちらをね、食べやすい大きさに切っていただいて大丈夫です。そして切り終わったらお砂糖を一番最初に揉み込んでください。お砂糖をお肉に揉み込むとしっとりとした食感になるのと、あとコクも加わって美味しい仕上がりになります。さらにですね、この砂糖に関しましては他の調味料と一緒に入れてしまうと砂糖がなかなかお肉に入っていかないので、まずはじめに砂糖をね、しっかりめに入れ込んでください。そしてその後ですね、下味をつけてその間にソースは合わせておいてください。そして片栗粉をまぶす時なんですが、あんまりまぶしすぎるとギトギトとした仕上がりになってしまいますので、一度ね、全体に片栗粉をまぶしたら手で軽くね、片栗粉をはたき落としてください。そして今回はですね、揚げ焼きしました。揚げ焼きする時なんですが、だいたいフライパン全体に油が行き渡るぐらい油を入れて、そしてお肉を並べて両面ですね、いい揚げ色がつくぐらいですね、お肉に火が通るぐらいまで揚げ焼きしてください。このね、揚げ焼き時間に関しましてはお肉の大きさとかね、あとは温度によっても変わってくると思いますので、調整していただけたらと思います。そして今回私はですね、冷凍しておいたお肉を解凍して作ってます。そうするとね、ちょっとね、揚げ焼きした時に油跳ねしやすくなるので、やけどだけには十分に注意して揚げるようにしてください。そして揚げ焼きが終わったら3分ほど油を切って、その後ソースと絡めて召し上がってください。最後トッピングにね、黒胡椒をかけてますが、こちらはお子様が召し上がる場合は抜いていただいて大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はささみマヨを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。